鶏白湯で 100% 鶏で他のもう、MSG も使わずに、あとだしで炊いてるっていう和だしで炊いてるっていうのですね。で鶏白湯っていうのはまだ多分モントルーにはなくて、結構豚骨ラーメンが多くて、その中で自分が好きなやっぱ鶏白湯っていうチキンの豚骨じゃないですけど、白湯っていう要はチキン豚骨みたいなことなんですよね。うちの鶏白湯の泡系鶏白湯って言って結構ミキサーで回して乳化させてるんですね。で見た目がちょっと泡々になってて、口当たりもクリーミーだまろやかな感じになってるんで、ちょっとカプチーノみたいな感じで泡を作ってるんで、本当それは一回食べてほしいですね。はい、泡系鶏白湯って多分ないと思うんで、まだカナダには。東京に出てきたのが18歳ぐらいかな。多分みんなは高校卒業してきたりとかだと思うけど、僕の場合はあんまり高校とかも行かずに中学校卒業して割とブラブラしてた時期があって、でそこから東京に出てきて、で東京に出てきてからは友達の親の紹介でテレビのセットを作ったりするような仕事を7年ぐらいやってたかな。もう年代が全然違うから多分わからないかもしれないけど、大和なでしことかそういうちょっとフジテレビの大きなテレビドラマみたいなのの下請けの会社でやってたんで、結構それを長く続けてたかな。でそれを続けてて、それと同時にバックパッカーで旅行してたんですよね。給料は多分そこそこ20代にしたらもらえてたんじゃないかなと思うんですけど、テレビの業界でずっと働いていくイメージはやっぱあんまりなくて、でどうしようかなと思った時に、旅行はすごい好きだったんで、このまま旅行していくのに何かあったらいいかなと思って、魚を下ろせたら海外でお金困った時に働けるんじゃないかなぐらいの感じで、実は飲食店で働くようになって、でそこで料理を覚えて、でその後東京の吉祥寺で小さなバーをオープンして、でそこをしばらく 2,3 年経営したのかな。でそこをクローズしてカナダに来ました。でカナダに来てラーメンを始めました。恥だらけのこの人生、いけず未だに生きがって死にたくて生きたくても頭がパンクして今に壊れそうもがくだれこれがフローズンラーメンで、今うちが推してるラーメンなんですけど、本当にラーメン持ち帰りで買うよりやっぱこっちの方が全然美味しいと思うんで、家で鍋に入れて7分でできるんで、とてもおすすめです。これが、はい、フローズンラーメン作ったきっかけはコロナ禍に、美味しいラーメンを食べてもらうにはどうしたらいいかっていうので、やっぱ、テイクアウトにするとラーメンって美味しくないんですよね、どうしても。っていうので、どこまでそのお店の味に近づけるかっていうのを試行錯誤してた時に、このフローズンラーメンっていうのが思いついたというか、トロントでやってる、グーっていう居酒屋と、ザックシーっていう居酒屋の方から聞いて作りましたね。それは、はい、オリジナルのクラシックが一番プランがおすすめですね。昔と比べりゃ確かによどんで見えている街並み、超えた無数の間違いの先にあるものを歌いたい、そうないようなうまくいくばかりの人生なんて何の面白みもないような気がしてる、残りのライフは短いって言い聞かしてる。レモンラーメンは冷たい冷製ラーメンなんですけど、だしにレモンがしっかり敷き詰められててっていうのすごいさっぱりしてて、でそうですね、うどんだったりそばみたいな感じのイメージになるんですけど、それがすごく美味しくてさっぱりしてるんで夏場はいいと思います。刻一刻と流れるタイムずまんねえ頭痛い知りが
るチェックに興味はない君のナチュラルなんと無罪バッフレンズのエイジパンパンのペ割るの上の上のレブゲブゲ今フローズンラーメンの方に力を入れてて、フローズンラーメンを使って工場を作りたいなっていうのがちょっと目標としてあって、フローズンラーメンでこう大きくいきたいなっていうのがちょっとあって、それでそのためには日本からラーメンの食材をやっぱ輸出入をしたくて、ラーメンの食材に特化した輸出入をちょっとやりたいなっていうのもやっぱり使う材料とかがやっぱちょっと違ったりするから、そういうものをこうラーメンに特化したものを入れることによって独自のラーメンが作れたりとか。経営者の目標みたいなものっていうのはそんなになんか大それたことを考えてるわけじゃなくて、自分もあんまり学歴がなかったりとか、カナダ来てやっぱ苦労することも結構たくさんあったんで、一番は自分と一緒に働いてくれてる人たちが車を変えたりだとか家を変えたりだとか、僕の思うなんか普通のことがきちんとできて、で自分が引退した後にそういう今一緒に働いてるメンバーとかとやっぱお酒を飲んだりご飯食べに行ったりしたいなと思って、でその時に自分が成功しててみんなにおごるっていうんじゃなくて、みんなが自分の財布でお金を払えるような環境を作っていけば自然と自分のなんか成功とか、会社としての成功みたいにつながっていくんじゃないかなっていうふうに考えてます。僕オットーっていうその日本食レストランで働いてた時があって、そこの常連さんが淳平さんでして、そこで仲良くなったっていう感じですね。それ今に至るのは2人とも子供がいるんで、その子供のつながりで働くことになったっていう感じですね。僕が、始めたのは2015年の年末なんですけど、で当時僕らみたいなスタイルの日本食ってモントリオールにやっぱなくて、で、もちろん日本人オーナーのお店っていうのはあったと思うんですけど、いわゆるジャパレスみたいなのがちょっと多かったりとか、寿司とかそういうのが多かったりと思うんですけど、モントリオールってやっぱ近場で言ったらニューヨークとかトロントとかバンクーバーと比べたらそんなに高くはなかったっていうのが多分現状だったと思うんですよね。でそれでチャンスだと思って僕はモントリオールでオープンしたんですけど、やっぱ同じようなこと考える人って周りにもやっぱいて、全然もともと知り合いだったとかじゃないんですけど、丸さんっていうお店があると思うんですけど、オーナーの秀樹さんとか、あとはオットのオーナーのヒロシもそうなんですけど、ちょうど同時期に集まったというか、これなんかシンクロニティみたいなことなのかなみたいな、なんかムーブメント起きる時ってなんかやっぱ同時多発的になんか起こるって言うんですけど、モントリオール小さいですけど、なんか日本食の何かが変わった瞬間なのかなって僕は結構感じてて、ヒロシはニューヨークからニューヨークに多分10年ぐらい住んでてモントリオールでお店始めようと思って来たんですよね。でヒデ君はバンクーバーからなんですけど、多分中学校ぐらいからバンクーバーとかにいて、で自分で何か始めたいなと思ってモントリオールで始めたんですよね。で僕は日本から来て、でモントリオールで始めてっていう三者三様で、なんか一気に日本人オーナー、しかも同世代30代で始めたっていうのがなんかちょっと面白いかなっていうのを感じました。振り返ればバラが少し咲いてた、決して絶景とまではいかないが十分愛おしさに包まれてた。本当に足りないものなんて実はそんなないんじゃない。僕はこれだけで十分なのにこれだけじゃダメですか。周りと持ち物比べていろいろと欲しくなって、人の目がそうさせるのか、これだけで十分なのに。高級車より二足歩行で田んぼを散歩、雑草が風とダンス揺れてる